ぱりアップルでたまたまこういう会社に出会えた、それこそ僕が引っ越し先から今この立場まで上がってこれたっていうのは機会がある会社だと思ってるので。今までモンジ社長をフォーカスして密着とかインタビューさせていただいたんですけど、今回から現場のリアルな声を届けるっていうところで皆さんにインタビューをさせていただいているのでよろしくお願いいたします。というところで永田さんの簡単な自己紹介をいただけるとありがたいです。管理部の部長をさせていただいています、永田慶太郎と申します。入社が今14年目に入ったところで、今で言うとモンジ社長、あともう一人いて、アップルで3番目になりまして、一番最初はまだ横浜支店と埼玉支店しかない時に埼玉支店の引っ越しのスタッフで入って、その後そのまま埼玉の支店長をやって、支店が増えていってエリアマネージャーで、その後東京の本社に来た時に部長になって、その後地方展開していく時に、もともとそのタイミングで関東と大阪しかなかったんですけども、改めて地方展開していこうっていう時に、じゃあ最初名古屋やろうって言った時に、その時部長だったんですけども、名古屋の責任者っていう形で向こうの開拓しようっていうところで選ばれて、ちょうど3年名古屋をやってからこっちに2年前戻ってきて管理部長という形になりました。現在は管理部長というところでやられてると思うんですけど、管理部長で行われている業務の具体的な内容というのをお伺いできればと思います。もともとやっぱり引っ越しを知ってるっていう形で、社長から役割としてこれやってほしいって言われてたのがリスクマネジメント。例えば2024年問題とかで労働時間が言われてたりするので、引っ越しどうしても労働時間長いっていうのがあるので、そこをチェックしてほしい。もちろん多いものは少なくしたいし、適正なものにしてほしいっていうのがありました。あとはやっぱり引っ越しってどうしてもトラック使うんで、そこに関してやっぱり車両の事故とかそういうのをきちんと減らす動きをしてほしいっていうのはありました。一番大きなやっぱりそこをやっていて、あとは全体の管理っていう部分でやっぱり会計とかでいうと無駄な経費払わないとか、そういう部分のチェック。今アップルさんもすごい成長されてると思うんですけど、今受注件数5万8000件とか支店が増えていったりとかあるんですけど、いつぐらいから問題上がってじゃあ動こうみたいな形になってるんですかね。どの時期かっていうのはちょっとあれですけど、各々やっぱりその問題というのは気づいてはいて、とはいえ誰がやるんだみたいなものはあって、目の前にやっぱり仕事を日々各々やることがあるので、今すぐにやる仕事でもないでも大事だよねっていうものがやっぱりずっと積み重なってきたっていうのもあるんですけども、僕としては今回その役割を明確にしてもらったんで、今までやっぱりそれこそあちこちにボールが転がってる状態だったので、それを今永田さんが中心で整えていって、リスクマネジメントとかその業務効率化ができるような体制を整えていってるっていう、そうですね。管理されている中で全体を見てると思うんですけど、全体見た時にそのアップルってどういう会社とかこういう魅力があるとかそういう部分とかあったりしますかね。っていうとやっぱりみんな素直なのかなっていうのはやっぱり思います。きちんと話して各々考えを持ってますし、こっちの経験をシェアした時に一回必ず中に入れて自分の中でああそうなんだっていう風なものがやっぱり感じるんで、やっぱり素直なスタッフがほとんどかなと思います。ちなみに永田さんも現場スタッフから始められてるっていうところだと思うんですけど、永田さん自身のマインドとかこう成長続けてきたと思うんですけど、マインドとかお聞きできると僕もちょっと参考にしたいなと思ってて。これは僕が運が良かったっていう言い方にしかならないんですけども、一つ目の運が良かったっていうのはやっぱりアップルでたまたまこういう会社に出会えたっていうのが一つではあって、そのマインド面で言うとちょうど同い年同期とかのメンバーが誠実とかやる気とかっていう熱量の部分ってすごい強くて、最初はやっぱり引っ張られてるっていう部分もあって、そこからなんか負けたくないとか、やっぱり引っ張られてるとみるみる差がついてきてしまっていて、その時はもちろん折れそうになったんですけども、そのメンバーが引っ張ってくれた、そこからやっぱりそいつらに負けたくないみたいなものはあって、仕事で言うと戦友、プライベートで言うと仲間みたいな。その方たちとやっぱ切磋琢磨して負けたくないみたいな、そうですね、成長につなげてきたっていう。そうですね。ありがとうございます。モンジ社長とも長いと思うんですけど、出会ってからどのぐらいありますかね。社歴と同じにはなるので、13年経って14年目。なるほど。永田さんから見たモンジ社長の魅力とか、こういうとこがすごいとかってありますかね。そうですね。一つはずっと変わってないっていうのはあって、出会った時っていうのが25とか26の年なので、その時ってまだ実際遊びがあれば遊びも一生懸命やりますし、もちろん仕事は当然なんですけども、何に対しても全力だっていうのは変わらなくて、今でも会社で野球部ってあるんですけども、その野球部に社長も来て、今でも土にまみれて、誰よりも一番泥にまみれてんじゃないかなみたいな。一番率先して楽しむタイプみたいな。そうですね。シンプル
何事にもすごい全力でやってるっていうのは見ていて、やっぱり気づかされる部分もありますし。当初からやっぱそこの軸がブレてないっていうのはあるってことですか？そうですね。ちなみに永田さんも野球とかは参加されてるんですかね？そうですね。たまたま僕も野球なので、昔野球部作っちゃおうよぐらいの。なるほど。一緒に野球部作って今も活動されてる、野球部はどのぐらいの活動歴なんですかね？そんなに大それたあれじゃないんですけど、月に1回活動なんですけども、それでももう7、8年ぐらいですかね。視点が増えてきたんで、で視点でやっぱり野球経験がある子とか、もちろん未経験の子も来てるんですけども、そこの視点の社員の子がアルバイトの子を連れてきて、逆に言うとそこでいきなり社長と出会えたりする機会にもなるので、僕的にはいきなり社長と出会える場、一緒に野球ができるっていうのもある意味機会だと思いますし。なかなかないですね。そのアルバイトと社長さんのレイヤーで出会えるというのがあんま聞いたことがないので、やっぱコミュニケーションも多い会社ですかね。そうですね。そこでアルバイトの子がいきなりやっぱり社長と話できるし、一緒に同じ空間でやるっていうのを、社長がどういう人か知れる機会だと思うので。昨日お話しさせていただいた菅井さん、エリア統括マネージャーの方が、門社長に支店長やりたいですみたいな、直談判したっていう話をとか聞いてたので、社長とコミュニケーション取れるっていう環境もすごいなと思いますね。成長の機会とかがすごい多い、いい環境だなと思います。ちなみに永田さんから見て、こういう行動を取ってる人とかが成長してるとか、ポジション役職ついたりとかっていう特徴とかってありますか？諦めないっていうのが強いかなと思っていて、それこそ社長もそうですけど、諦めないっていうのが一番だと思っていて、諦めようと思えばいくらでも諦めることは簡単なので、そこの忍耐っていうのが行動にも出ますし、言動にも出ますし、見てなかったとしても伝わってくるので、きちんと前向いてる人っていう人がやっぱり成長してるかな。プライベートとかも仕事をやられてる感じですかね？それこそ労務系に関しては、こっち戻ってきてからやり始めてはいるので、どうしたら時間短縮、引っ越しのスタッフに対してもそうですし、管理者もどう抑えるかっていうのは、如実にやっぱり数字出てきているので、それこそ支店だと全休日、その支店はもう完全に休みですっていうルールができたりとか。今までは全部稼働してたみたいな。そうですね。毎週何曜日はこの支店は絶対休みみたいなっていうのはまああるので。やっぱ引っ越し業者ってなるとみんなが休んでる時に稼働してみたいな。そうですね。大変だなと思うんですけど。そうですね。その中でしっかり効率化意識されて休みをしっかり取るみたいな、そこら辺の管理業務をしっかりできてないと、成し得ないことだなと思ってるので、やっぱりプロと一緒なので、プロって何かというとプロのスポーツ選手と同じだと思っているので、スタッフっていうのはそこで一番試合に出る人なので、最高のパフォーマンスしろって言った時に毎日やっぱり試合しててもしょうがないので、それこそやっぱ監督の判断で今日は休みなさいとかそういうのもあるので、視聴者の中で何かやりたいけど将来が決まってないとか、どうしたらいいかわからないみたいな人とかもいるのかなと思うんですけど、そういう人たちにアドバイスというか、メッセージみたいなのいただけたりしますかね？さっきの話じゃないんですけど、やる気とか誠実に失敗したけど称えられるとか、そういうのはやっぱりうちの会社ってすごい大事にしてるので、範囲的にもいろんな範囲、僕のところで言えば運行管理とか労務系とか総務会計の知識ある人っていうのももちろんありますし、引っ越しスタッフだったらそれこそ僕はもともと引っ越しであちこち行けるっていうのが好きで入ったっていうのもありますし、ただであちこち行けるっていう言い方するとあれですけども、いろいろ経験できるっていうのもありますし、もちろんやる気とかそういう部分とかありますけども、会社としてはフィロソフィーっていう部分であるので、そこにちょっと目と閉めて面白いなとかそういうのがあればやれることっていうのはたくさんあるし、それこそ僕は引っ越しスタッフから今この立場まで上がってこれたっていうのは機会がある会社だと思ってるので、ホームページとかにもフィロソフィーとか、あと会社のストーリーとか門司社長の考え方とか生い立ちみたいなので、結構細かく書かれてると思うんですけど、ああいうのも発信していこうっていうのはいつぐらいから始められたんですか？僕が入社したタイミングぐらいで企業理念とか行動基準みたいなものはあったんですけども、認知してもらうとか触れる機会っていうものがやっぱり全然なかったので、あんまり形にはなってなかったんですけども、視点が増えていくタイミングとフィロソフィーとか企業理念、パーパス的なものの活動って同じタイミングだなとやっぱり思っていて、そこからやっぱり視点も増えて社員が増えてっていうのはあるので、そこに対しては嘘ないんだなって僕は思ってます。視点が増えれば増えるほどミッションビジョンバリューとか、フィロソフィーとか浸透しにくくなると思うので、そういうなんか社内発信もそうですし、外部の発信とかもすごい大事だなと思うので、今見てる視聴者とかもちょっとでも興味ある人とかいれば、サイトに来たりとか X の更新とか、あとインスタグラムの日々の更新とかもやられてるみたいなので、そちらを見ていただいてより知ってもらえると、アップに対して理解が深まるっていうところだと思うので、ぜひ見ていただければと思います。
今日ご出演いただいた永田さんにこういうこと聞きたいとか質問とかあれば、永田さんに僕からお伺いして返答させていただくので、コメントもお待ちしております。本日お時間いただきありがとうございます。はい、ありがとうございました。